こんにちは。今回の動画では4人家族で自炊する我が家のおすすめの愛用しているキッチンアイテム10選をご紹介します。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストで家族との関係をこじらせていた私がたくさんの物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。まず最初にたくさんのキッチンアイテムを手放した私なりの買わないマイルールをご紹介してから、未だに手放さずに愛用しているキッチンアイテムを10個ご紹介します。買わないマイルール1つ目、自然素材のもの。自然素材のものは風合いが増す雰囲気のあるものが多いですが、しっかり乾燥させるなどズボラの私にはメンテナンスが難しかったので買わないと決めました。また食洗機にかけられないものも多いので買わない決め手になっています。買わないマイルール2つ目、陶器の器。とても雰囲気があって素敵なものが多いですが、思い切って高価なものを買った割にそそっかしい私は手を滑らせて割ってしまったり、縁を欠けさせてしまうということもよくありました。毎日3度の食事で使う器はとにかく丈夫で割れないものを選ぶように心がけています。買わないマイルール3つ目、キッチンリネン。キッチンリネンはストライプやチェックの可愛いものがたくさんあって買い集めたりしましたが、清潔を保つためには漂白をしたり煮沸が必要でした。ご飯を作って洗い物をしてキッチンを片付ける以外の工程をできれば増やしたくないので買わないと決めています。買わないマイルール4つ目、密閉瓶。毎年梅の時期が来ると梅ジュースをつけたくなる衝動に駆られるのですが、いくつも持っていた密閉瓶を手放したことを思い出して思いとどまっています。密閉瓶も煮沸が必要だったり、使っていない時にしまっておくスペースが必要です。カウンターに並べていたこともありますが、重さもあるのでズボラな私には掃除のハードルも高かったです。ここからは私が手放さずに使い続けている、愛用しているキッチンアイテム10選をご紹介します。愛用しているアイテム1つ目、スケーターのステンレスカッター式バターケース 200g 用専用バターナイフ付きを使っています。これを使う前は可愛い陶器のバターケースを使っていました。ただ我が家はパンの時もバターケースをテーブルに出すことはしておらず、パンに塗って提供することがほとんどでした。そこまでパンを食べる頻度も多くありませんでした。そういった方にもおすすめできるのがこちらのバターケースです。買ってきた 200g のバターを置いて、上からこのステンレスカッターを押し当てれば、バターが約 10g ずつにカットできるのが優れものです。最初は味気なく感じましたが、使ってみたら最高でした。愛用しているアイテム2つ目、鳥部製作所のキッチンスパッターキッチンバサミ。このキッチンバサミはオールステンレスで継ぎ目がほとんどなく、分解して洗うことができるのが気に入っています。お肉をハサミでカットすることもありますが、すぐに分解して食洗機で洗えるので助かっています。見た目も業務用のようなかっこいいデザインなのが気に入っています。愛用しているアイテム3つ目、エピキュリアンのカッティングボード M サイズ、色はブラック。以前は通販生活で購入をした抗菌のゴム製のまな板を使っていました。ゴムなどでかなり重さがあって食洗機に入らない大きさでした。このまな板はサイズも使いやすいサイズで、薄くて軽く天然の木の繊維を合成して作られているので耐久性もあります。
見た目のデザインもとても気に入っています。あとは食洗機が使用可能なところもすごく良いです。愛用しているアイテム4つ目、スコッティファインの洗って使えるペーパータオル。動画では何度も紹介をしていますが、お皿の拭き上げやテーブル拭き、キッチンの掃除や床の掃除まで何段階にも使えるのが良くて愛用しています。繰り返し使って薄くなって穴が開いたら捨てています。安いものではありませんが、キッチンリネンを他のものと分けて洗濯をしたり、煮沸消毒をしたりする手間や別で台拭きを用意したりすることを考えれば、私にとっては決して高くないと感じています。愛用しているアイテム5つ目、フレッシュロック。以前は乾物から粉物までフレッシュロックに入れてラベリングをしていましたが、少ない乾物にしては容器が大きくて場所を取っていました。入りきらない粉物のストックも出てきてしまい、使いにくさを感じていたので、使い方を見直しました。毎日必ず使うコーヒー、オートミール、砂糖だけを入れるようにしました。詰め替えは見た目が綺麗に揃いますが、結局洗ってしっかり乾燥させたりする手間もかかるので、袋のままで使ったら捨てる方が楽だったりもします。ただフレッシュロックは開閉が簡単で、素材がプラスチックなので軽くて扱いやすいです。パッキンも別売りの白いものに変えることができるところも気に入っています。愛用しているアイテム6つ目、ビクトリノックスのレックスピーラー。結婚当初からこのピーラーを使っていますが、切れ味が変わらずとても使いやすいです。手にフィットする持ちやすい形で、じゃがいもの芽を取る部分までステンレス製になっているので、使い終わったらそのまま食洗機に入れています。愛用しているアイテム7つ目、アスベル S 軽量米びつ。数年前に購入しましたが、子供のお弁当が増えて朝晩と4合から5合炊いていた時期に特に重宝をしていました。米びつでも割とスリムなタイプなので、場所も取らずコンパクトなところも気に入っています。愛用しているアイテム8つ目、グローバルスピードシャープナー。我が家の包丁は結婚当初から20年ほど愛用しています。一度他のものを買ってみたのですが、こちらの方が使い慣れていて、結局こちらの包丁を使い続けています。印字も消えてしまってどこのだったのかもわからないほどです。この包丁研ぎはこんなに小さいのに20年経った包丁でも研げば切れ味が蘇っています。研ぐ部分がセラミックなので錆びたりもせず、ズボラな私でも衛生的に扱えています。愛用しているアイテム9つ目、カインズの折りたたみできる鍋敷グレー。この鍋敷はシリコン製で畳めるので、こんなに小さくコンパクトで引き出しにも入ります。通常の鍋敷は割と大きいものが多くて、以前は飾りながら使っていました。軽くて使いやすいので、子供がお昼にラーメンを鍋で作ってそのままトレーに乗せて食べるときも重宝しています。愛用しているアイテム10個目、マイヤーのパスタポット。ラーメン好きの夫が
冬にラーメンを茹でる鍋が欲しいと言い出したのがきっかけで、こちらの鍋を見つけたのですが、思いのほか使いやすくて気に入っています。このパスタポットは内側がフッ素樹脂になっているので、週に1回のパスタだけでなく、豚汁やスンドゥブ、カレーなどもこの鍋で大量に作っています。鍋が大きいので多めに作っておいて、冬場のお弁当に持って行ったりもしています。いかがでしたか？今回は私の買わないマイルールと愛用しているキッチンアイテム10選をご紹介しました。毎日のご飯作りが少しでも楽しくなるように、買わないルールを決めて同じ失敗をしないように気をつけています。今回紹介したアイテムは結局これが使いやすいと思うものばかりです。機能もデザインもシンプルで、自分の暮らしに合うものを選ぶことができると、自炊はもっと楽しくなるので、ぜひやってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。